試合見てくれた方とかがよかったよかったって言ってくれたのは嬉しかったですけど、秀夫勝ちにもおかしくないと思う。ありがとうございます。ちょっと言い過ぎた。勝ちはないわ。まあ3対0ですからね。3対0ですからね。大臣には所秀夫が必要だっていうような声がすごく溢れてるんですけれども、いかがですか？いやー嬉しい、泣きそうです。はい、楽しいですよ。出た、早っ。どこに泣くとこがあるんですか？伝統ある大晦日の大会に出場できることをファイターとして誇りに思います。所選手はまさにレジェンドファイターで、久々の日本での試合で自分のスキルを見せるのにふさわしい相手です。彼の素晴らしいグラップリングを自分のレスリングと打撃で防いでみせます。ではそれを受けまして所選手お願いいたします。所秀夫です。また大晦日のライジン、そして UFC のトップのドット選手と戦えることにとてもテンション上がって興奮しています。さすがに厳しいでしょ。いや、ドット選手との試合ですか？いや、ドットだから名前ドットさん、ごめんなさい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 。やばい、ドットソンとドット選手がおかしくなってる。今日はなんで俺らを呼び出したんですか？みんなで集まって練習するのを取っていただくために。みんなって誰ですか？矢野さんと今成さんと小谷君と、勝村さんと金原さんと中村さんと小川さんなんですけど、すごいと思います。こんにちは。全員集まりたいのどうしたの？予定を合わせろって無理やり。所さんそう言われたらもう予定合わせるしかないんで。合わせるしかない。本当ですか？本当ですよ。会社の人はどうせ日雇い労働みたいなもんですから、もう電話出なきゃ大丈夫です。給料が日当だから大丈夫。日当だから大丈夫。そうです。なります。呼ばれた。助けてくれと。引退したのに。一番の若手が。すごい選手いっぱい集まってるんで、写真だけどインスタ映えする写真をめっちゃいい組み合わせやってる。これ楽しいじゃん。夢のカードがね。うわ持ち上げて。リストロック。やられてください。ごめんなさい。巻いた。ノーです。頑張るって感じ。参りました。早い。いや、こいつ10時です。みんな好きだなって感じですよね。この年でこの動きできるって。よし、今の秀夫なら勝てる。山形タッチすればいいな。
桂さんうまいやつだ。あ、中村さん。行くね。中村大輔リングへ黒いパンツタックルさあ待ってましたここからなんとかこれは使われるや所さんは我々の世代のヒーローなので、所さんは本当にそういう大きい舞台で勝ってほしいです。本当に。いやでも今回結果出して、前線じゃなくて結果出して、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうこれあと2回だからこのメンバーが集まったんですよね。僕そうだと思ってました。この間の新竜戦の時にあと3試合だけ付き合ってくださいみたいなことを言ってて、その試合前にで試合終わった瞬間に今日のはノーカウントなんであと3試合お願いしますってなんだよノーカウントって増えるんだアウトカウントがちょっとそうですね、自分ルールなんで本当格闘技ジャンキーっていうかもう中毒者ですよね。やめられないっていう。よっしゃよろしくすいません。今日合計30本ぐらい取られてるんじゃないですか。やっぱりいつものことじゃないか。勝者所秀夫上田はい所さんに対してそうナイス。まあなかなか違う分野だから比べようがない。やっぱスターのオーラがね、そうですね。そこがやっぱね僕らと秀夫さんとは違う。持ってないですからね。トットさんようやく呼ぶことができました。タイトルマッチ2回も経験してアルティメットファイターも優勝して一番肩書き持ってる選手なんじゃないかなと思いますね。直近のベアナックルファイトでは圧倒的な KO 勝ち収めてます。身長160センチ弱の体で本当にフライ級で倒せる打撃を持っている選手です。このカード決まった時に正直ちょっとしびれましたね。さすが所いいのを持ってるなというかここでこれかと思って PK の時なんかね多分誰も勝つと思ってなかったよね。その時以来の下馬評差はあるよね。負けムードもう半端ないじゃないですか。いや勝ちますよ完璧に。いやここが強いです、はい、常に最後までもいいつもりで試合はやっていくので、まあ、前回の新竜選手との試合でもう全くダメだったらまあそこで終わってたかもしれないですし、だったらもう常に最後の試合なわけでしょ。まあまあやっぱそうなってくるですよね。はい。松村金原と肩を組んでの入場楽の速いぞ。俺は勝てると思ってるんで、今回も勝てると思って受けてるし怪我なく終わらせてほしいし怪我なく勝ってもらいたいし、勝村さんは所さんの精神的な支えというかこうお父さん的な役目で、僕はもう弟みたいな感じで「じゃあ頑張って」みたいな感じでこう結構ケツ叩くタイプなんで、僕はもう怪我しても
もうそれこそ言い方悪いですけど死んでも勝ってほしい。勝つためには無茶させたいし、勝村さんはそれを止める役目でいいと思うし、死んでもいいと思うんですけどね。その気でみんな僕らもリング上がってるわけだし、そのつもりでやってるとは思うんだ、本人も。僕の力ではないですよね。まあそれは否定できないです。はい。ちょっと待っていいですか。フライヤーに入るとダメですよ。フライヤーがダメだった。いやところプラスまあダメだったんですけどね。森口教授、大晦日フライ級に階級下げてきてる中で、方向性としては多分ベルトを返上してバンタム級が再度シャッフルされる。今回大晦日勝って来年中にはベルト巻きたいと。ベルトを取れるならそこでしっかり勝っていけたらいいんじゃないですかね。はい。井上打撃でなんと伊藤谷が一気に下がり返していった復帰戦っていう感じのテーマなんですかね。まあそうですね。このまま勝ち抜いて優勝します。正直いかがですか。バッチリです。バッチリ。はい、ありがとうございました。で選手同士で悪口言い合う見てるのはすごい面白いと思いますけど、できる人がやればいい。昔からそうかもしれない。なんか余分なことは喋らないみたいな、喋る機会がないままずっと練習ばっかりしてて喋ることがちょっと難しいのかもしれない。そんなことありますか。でもコンビニでバイトはしたことありますね。高校入る時なんか面接するじゃないですか。入れたんで大丈夫じゃないですか。ここは打撃戦。今ちょっと井上が倒れるところ見たいでしょっていう俺なら KO できますよ。相手にパンチいきます。エッチ10。ファイトマネーとスポンサー収益と、あとは指導、ライブ配信、それを初期投資として使ったって感じですね。おいくらですか。いやまあ1000万ちょっとぐらいですね。ここの棚がベルト飾りたいなって思ってる棚ですね。本当に井上選手に勝ったらベルトにかなり近い存在になるんじゃないかなって思ってますね。実力以上の評価をされてると思うんで、井上選手って。はいはい。井上選手勝つみたいな、それがなんか謎で、でもそう思われてる相手ってすげえ美味しいなと思って。じゃあ倒してみてくださいっていう感じで。日本にいた時もめちゃめちゃ強い選手とやってるわけじゃないんで、そう思ってるんだったら弟のことボコボコにしてやってください。やれるもんならやってみてください。大木久保選手と井上直樹選手、大木久保選手が勝って、ああそうってやっぱりなみたいな感じでしたね。
MMA なんで相性とかもあったりするんで、滝澤選手まずスピードとかに追いついてこれるのかなっていうのはありますし、ラッキーパンチで、何が起こるかわからないで当たることもあると思うんですけど、ほぼ当たらないんじゃないかなって思ってます。井上直樹がぶっ倒れるところ楽しみにしてください。キュンです。弟は滝澤選手のこと普通に倒せると思ってるから勝手に言ってけばみたいな感じで思ってると思います。ちょっとなんか言ったら最後にしっかり倒しきれたんで、倒せたっていう目標を達成できたっていうのに関しては良かったなと思ってます。これからもっと MMA を仕上げていく感じですよね。絶対こんなもんじゃないと思ってるんで、もっとこれから上行けると思ってるんで。ウサパともう本当キャラがかぶってるんですよね。ストライカーだし階級一緒だし見た目外人で日本語ペラペラ喋って男前っていうところでも結構同じじゃないですか。そうですよね。本当生き残りをかけた Dead or Alive ですよね。負け方は悔しいですけど、これから先のことを考えたらいい一戦だったのかなっていうふうに思いますね。オスライト級トップ戦線めちゃくちゃ強いですけど、そこに自分が絡んでいけるようにならなきゃいけないですし、大晦日に試合をして年明けすぐネタ番組出るみたいな。もう中途半端なんで、もうその中途半端するんやったらもうそっち行けやって思うし、やるんやったらしっかりやれやと思いますし、試合当日僕結果出すだけなんでしっかりやります。以上です。ぶっちゃけな話言うとスピードにもついてこれないと思いますし、打撃のテクニック、痩せ強さでもそうですし、多分どれに関しては勝ってないと思うんで、僕に自分がしっかり倒すだけですか。一方的な激しい試合を見せたいですね。宇佐パト君、バッチバチに打ち合うか打ち合わないか、それは俺次第だ。ちょっと違いますかねこれ。もう一回やりますね。宇佐パト君、同じキャラは2人いらない。だから今回は俺が生き残らせてもらう。もう一回いきますか。ちょっと待って、でもこっからでも本当にちょっとね。すみません、よくわかります。そうなってきますよ本当に。そうなってきますよ本当に。第4代ライジン女子スーパーアトム級チャンピオン伊沢海外で戦ってきた選手とやるのが今回のトーナメントで初めてだったので、
世界には日本ではいないようなタイプの強さを持った選手がたくさんいるんだなっていう実感がすごいあって、もっともっと頑張んなきゃなっていう刺激になります。伊沢選手っていうのがその瞬間瞬間に引き出し選択する能力っていうのはすごく高いなっていうのがあるので、決めに行く瞬間、ピントを外さずに行くっていう凄さっていうのはなかなかあんまり見たことがない。柔術的なムーブっていうよりも仕留めに行くタイプの寝技、そこを今回も見るのがすごく楽しみですね。저는 이자라 선수한테 얼마나 데미지를 줄 수 있는지, 이자라 선수는 서브미션인 것 같고 아니면 타격으로 또 다운을 낼 수 있는지 그 부분이 클 것 같습니다. 코리안 퀸 B 박혜세은ボディからサイドパンチ。パク選手は打撃力とやっぱりテイクダウンディフェンス、あとはフィジカルですね。やっぱ体幹の強さっていうのはすごく試合を見ていて感じましたね。同じアジア人なのにこのフィジカルさっていうのはどこから出てくるのかなっていうのが、なおかつレスリング力も上がってレスリングをやり始めて、なおやっぱりその強さっていうのが上がってきてると思うので、 보면서 시유랑 한동안 좀 떨어져서 운동을 많이 못했었는데 일본에서 가서 운동을 하면서 많은 발전이 있었고, 이제는 일본에서는 이 아톰급의 시유 시대가 오지 않을까 싶을 정도로 너무너무 잘해가지고 놀랐습니다. ライジンに出ることによってすごいパク・シュウ選手が強くなってるっていうような声多いんですけど、もともと強いよって思いますね。自分はパク・シュウ選手もディープジュエルスの選手で、自分もディープジュエルスのチャンピオンで、そのディープジュエルス同士の選手がこんな大きいライジンの舞台で決勝戦でワールドグランプリできることがすごい嬉しいです。もう一度やりたいと思っていい機会だなって思います。寝技は絶対やらないっていう気持ちを持ってて、そこで何回倒してもすぐに立つっていうような姿勢が自分にとってはすごい嫌です。2ラウンド目でサッカーボールもらっちゃって目も腫れちゃってっていうような状態で3ラウンド目に入るときにインターバルの時に横田さんに「判定でもいいですか?」っていう風に言うぐらいもう気持ち折れてしまったっていうのがすごい心残りです。 그때 저한테 이제 한번 다운이 났었는데 그런 것도 있고 약간 마음이 약해진 부분이 시합하면서 저는 느꼈었는데, 사람들이 레드카드를 안 받았을 경우에 박시우가 이겼다고 하지만 저는 진 건 졌다고 생각합니다. 다시는 그런 실수를 하지 않을 거고. 心折れてるけどやれるんで、いつも泣きながらスパーリングしてで泣きながら一本取ってっていうような戦いしてるんで、心は弱いけどできちゃう子。伊沢選手もしっかりボクシングで散らしながら、そのあたりをちょっと新しい武器増やして試合に挑んでくるんじゃないのかな。各選手に関しても内訳というか組と打撃をしっかり織り交ぜてそうな感じがするので、伊沢選手が1本決めるイメージもあるんですけど、各選手が KO で倒すっていうイメージもあって、どっちにちょっと試合が転ぶかっていうのはちょっと全然予想できないですね。自分とパク・シュウ選手のカードってやっぱり他の女子格闘技の選手のレベルと違うと思うんですよ。普通に試合をすれば女子格闘技ってレベル高いんだぞっていうのが伝わるなっていう思ってるカードで、エンタメ要素のない、まあ花もないんですけど試合で見せてそれが花になることを願ってます。
제가 결승전 때는 꼭 제 잠재력을 좀 많이 보여주고 싶어요. 驚くようなレベルの試合ができると思うので、そのレベルの高い攻防の中で自分が絶対決めて勝つので。